ャンピングカーで旅する黒コーギーと夫婦旅犬リリーです。たくさんの動画の中から見つけてくださり本当にありがとうございます。雲仙地獄から無事生還して長崎市内へ向かいます。市内観光におすすめの駐車場は松ヶ江ターミナル、高さ 2.5 メートル未満、激安です。1904年に建設された香港上海銀行長崎支店、今は記念館になっていて市内最大級の洋館です。グラバー通りを登っていきます。どこ行くのだお前。間違えちゃった。素敵なお店見てくるね。待ってます。おかえり。もうすぐ国宝大浦天主堂が見えてきます。1864年、居留地の外国人のために建てられたゴシック様式の教会堂は国内現存最古のもので、1875年、79年の増改築で外壁が木造からレンガ造りになり、現在の姿になりました。残念ながら内部は撮影 NG ですが、内部の主要部は創建当初の姿のままです。次はすぐ隣のグラバー園に行きます。上り坂ですが動く歩道があるので楽です。旧三菱第二ドッグハウスのテラスに出ます。いい景色、長崎湾の対岸、造船所とかがよく見えますね。旧グラバー住宅は1863年の建築で、国内に現存する最古の木造洋風建築で世界遺産の構成資産の一つです。海の見える高台に眺めの良い温室、憧れるな。グラバーは開港したての幕末の長崎に21歳で来航し、グラバー商会を設立。お茶や生糸などを輸出して蒸気船、武器などを輸入する貿易や、蒸気の力で船を引き上げる修理ドックの建造、炭鉱の開設など日本の近代化に大きく貢献した。縦置きレンガの土間、いいですね。裏庭の素敵な花壇に外壁の質感や色合いも周囲に馴染んでいて、なんか落ち着きます。
隊長との留守番、妻と交代します。おかえり。ママ行っちゃった。まだかな。帰ってきた。思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックな洋館ですね。平和公園、願いのゾーンにある平和の泉に来ました。着いたね。9歳の少女が汲んだ水には一面に油のようなものが浮いていたが、どうしても飲まずにはいられなかった。風で大やけどを負った人々は水を求めてさまよい、川や防火用水で生き絶えた人も多かった。教科書や映像、漫画でしか知らない犠牲者の激しい痛みや怒り、無念がここに来て初めて我が身に置き換えると、平和の尊さ、戦争の残酷さを肌で感じます。この先には各国から贈られたモニュメントが並んでいます。これらのモニュメントが建てられた頃の思いを今の世界の人々は忘れてしまったのでしょうか。リリーもいつになく神妙な感じ。平和記念像の前に来ました。この像は神の愛と仏の慈悲を象徴し、点を指した右手は原爆の脅威、水平に伸ばした左手は平和、軽く閉じたまぶたは原爆犠牲者の冥福を祈る思いが込められています。ポーズに込めた作者北村清望の思いを知って、この像を見るとより感慨深く心が揺さぶられます。後で知ったのですが、この像は石膏原型がある井の頭公園のアトリエで作られ、長崎に運ばれて組み立てられたそうです。身近な場所とつながっていて不思議な縁を感じます。長崎市内、最後は稲佐山の夜景を見に行きます。途中お風呂と食事で寄りました。眺めの良い露天風呂、気持ちよかった。稲佐山に着きました。山頂駐車場は40台のみ、休日規制ありで月曜日でも混んでいました。長崎港を挟んですり鉢状の立体的な夜景、紛れもなく日本三大夜景の一つと言えますね。いつ
亀朝、長崎市唯一の道の駅、夕日が丘外目、東シナ海の絶景と長崎屈指の夕日スポットです。綺麗だね。霞んでいますが、2001年に閉山した九州最後の炭鉱、池島が見えます。道の駅の横に遠藤周作文学館があります。夕日が丘外目、眺望が良く静かでゆっくり休めました。お世話になりました。実はトラブルがあって出発が遅れてしまいました。トラブル？盛り上げるほどのことではないのですが、メガネが見当たらなくて、車の中やポケット、歩いたところを何回も回って探したのですが見つからず、でも消えるわけないのでもう一度たどったら、なんと商用トイレの上の台にありました。自分ではそこに置いていないので、どなたかが拾ってくれたようです。旅の教訓。メガネは予備おじさん。まあなくさなければ良いだけですが、最近車の鍵も忘れたりするので、東シナ海から穏やかな大村湾側へ、海沿いの道を佐世保方面に向かっています。この先にある新西海橋を渡りたくて、西海パールラインに入りました。全長620メートルの美しい橋で、橋下の遊歩道からハリオ瀬戸の急流と渦潮を見ることができます。朝方曇っていたのに天気も良くなってきました。海の上を快走、西海パールライン、気持ちいい、最高。一般道に降りてハウステンボスを車窓見学します。次は九十九島をパノラマで見られる絶景スポット、その名前は天海峰。佐世保駅を過ぎて港の方を通ったら、左側は米軍基地の長いフェンスが続いていて、右側には米軍軍属の居住地があって、昔住んでいた沖縄を走っているようでした。などと言っていたら、郊外にも米軍施設が、佐世保は今も基地の町なのですね。綺麗だ。あそこ、ほら。標高が165メートルと低く、九十九島に近い人気の展望台、天海峰にやってきました。綺麗、綺麗。九十九島。あそこになんかちっちゃい富士山みたいのが。
ょ。こっちの方がよく見える。天開放、心揺さぶる絶景。お昼は海上のかき小屋丸茂水産で殻付き岩牡蠣をいただきます。早い時間に着いたので炭起こしから始めます。夏九十串間セット、岩牡蠣1キロ、牡蠣チャウダー、笹飯2個、2500円で大満足です。1人1キロの牡蠣、こんなに食べたのは初めて。夏に牡蠣って大丈夫とちょっと思いましたが、水揚げ作業をしている横で食べるので鮮度抜群。近くに来たらぜひ立ち寄ってみてください。九十九島を見る展望所で標高が最も低い船越展望所に立ち寄ります。次は陸路で行ける日本本土最西北端の島、平戸の行き着き島へ向かいます。正面は天海方から見えた愛宕山です。標高259メートルで飯盛山、相の浦富士とも呼ばれます。形から火山だと思ったら浸食でできた山でした。浸食で綺麗な円錐形になるなんて奇跡ですね。九州本土と平戸島を結ぶ平戸大橋を渡ります。芝生ダイブ。楽しい。なんかあったね。沖縄の南部にもこういう橋が。未来かない。未来かない橋か。沖縄の二来かない橋と似ていると思ったけど、あまり似ていなかったかな。でもこんな風に知らない場所が知っている場所に似ていると思ったり、来たことがない全く知らない場所なのに以前に来たかのように感じるのって不思議だし、運命的な出会いかもなんて思ったりしてしまいます。陸路で行ける日本本土最西北端の島、行き着島が見えてきました。普段オートバイにも乗っているので車でも〇〇タンとかつい行きたくなるんですよね。でも日本本土&最西北端という微妙な感じの端っこは初めてです。行き着き大橋は1991年開通、全長960メートル、スカイブルーが海に入る美しい橋です。主要両部800メートルの3景観連続トラス橋で、中央景観の時間400メートルはこの形式では世界一。橋の左下は道の駅行き着島です。行き着サンセットウェイ、自動車メーカー各社が CM に使うことが多い道で、専用ホームページまであります。公道で車が少なく快適、ここからの夕日が綺麗なのは間違いないですね。行き着きサンセットウェイ、自動車メーカー各社が CM に使うことが多い道で、専用ホームページまであります。公道で車が少なく快適、ここからの夕日が綺麗なのは間違いないですね。 行き着きサンセットウェイ、自動車メーカー各社が CM に使うことが多い道で、専用ホームページまであります。公道で車が少なく快適、ここからの夕日が綺麗なのは間違いないですね。
東シナ海に沈む夕日、昔住んでいた沖縄での生活を思い出します。1000から600万年前の大規模な噴火による溶岩流が厚く積もり、冷えて固まる際に収縮、割れ目、節理が縦に入り、柱状に割れる柱状節理が作られ、その柱が波の浸食で切断されてできた断崖です。波で切断された柱状節理が多数見られますね。日のトンネルを抜けて80メートルの断崖の上に立つ息月島の最北端、大前灯台に到着しました。すごいな。全部海だ。断崖の上なので思った以上に見晴らしが良いです。雲はありますが、海はべたなぎで穏やか。灯台の外階段は自由に登れます。登ってみましょう。絶景の予感。心を揺さぶる絶景。島のトウメイの由来は、遣唐使が海を越えて帰国する途中、船の上からこの島を見て、やっと帰ってきたとほっと息をつくことから息つきとなったと言われています。陸路で来ても端っこまで来た感があるので、はるばる海を越えてきたら感慨深いでしょうね。この後は道の駅松浦で休憩して、嬉野温泉、武雄温泉に向かいます。道の駅松浦、近くの松浦魚市場は、アジ、サバの水揚げ日本一、アジフライの聖地、松浦。食事処、宗安横丁で、嬉野温泉の名物、湯豆腐をいただきます。湯豆腐定食1020円、特選湯豆腐定食1260円、程よい味付けで美味しくいただきました。足蒸し湯なるものがありました。両足を入れて箱をかぶせて10から15分ぐらい足を蒸します。蒸気はほどほどほんのり温かいくらいに感じました。嬉野橋、温泉公園、シーボルトの湯、温泉赤橋、新湯広場、シーボルトの湯、吹き抜けのエントランス、滑らかな湯で美肌の湯と言われるのも納得です。温泉のはしごになりますが、武雄温泉にも行きます。元湯に入りました。風呂場の天井、
木組みが高く、室内なのに露天の開放感、よく温まるお湯でした。新館。武雄温泉のシンボル、楼門。夜は嬉野温泉駅前にある道の駅へ。施設は新しく、駅前なのに静かで、よく休めました。九州はダイナミックな景色と温泉が豊富で、道の駅も綺麗。車旅には最高な環境ですね。次回は伊万里、唐津、福岡、門司、そして本州に戻り、秋吉台、広島へと進みます。これからも旅犬リリーと一緒に旅を楽しんでいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。登録してね。応援コメントも待ってます。